皆さんこんばんは、親からです。今日は購入品のビデオをやっていきたいと思います。ロンドンで買ったものと、あとは最近出会っても本当に一目惚れしました。めっちゃ可愛くてテンション上がるっていうファッションアイテムとか、ずっとリピートしてるスキンケアとか、日用品などなど、今回もたっぷりと紹介していきます。まずは私がずっと欲しかったものをついに今回買いました。こちら。かわいい。ザローのローファーです。で、これ私何年も前からずっと欲しかったんですけど、日本にはザローの靴ハーフサイズがないんですよ。で、私は37ハーフが欲しかったんだけど、37でちっちゃくて我慢するか、38を中敷き入れて履くか、どっちにしようって迷いながらずっと37と38をこの何年間何度も試着してきたんですけど、でもやっぱり違うね、やっぱり37ハーフが良くない、ずっと迷ってて、ついに今回ロンドンでハーフサイズをゲットしてきました。見てください。この美しさやばくないですか？もうめちゃくちゃ上がるんですけど、私まずここのカット、この入り方が靴下履いてても可愛いし、素肌でも可愛いと思うんですけど、ここまでカットが入ってることによって、ここからさ、ちょっと靴下とか肌が出る感じ、美しいし、あとはこの正面、ここにちょっとデザインが入ってるんですけど、ここまで一続きのレザーなの。すっごい可愛いの。このシワがちょっと私入っちゃってるんですけど、横はさ、こういう風にずーっとレザーが続いて、後ろでこういう風にくっついてるの。だからこっちもずーっと1枚。すごくないですか？このデザインめっちゃ可愛い。このソールの薄さがやっぱこのエレガントさを出してるなってすごい思うんですけど、この薄さでも履き心地がめちゃくちゃいいです。歩いてて疲れないし、すごい楽ちんだし、内側は全部このブラウンのスウェードなんですよ。ここまですごくない？ザローってすげえって思いました。このこだわり、ここが黒になっててロゴがゴールドで入ってるんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。もう履いても可愛い、靴だけ見ても可愛い、歩き心地もいい、もう最高、超可愛いです。これずーっと長く履く靴だなと思ってます。次は私すごい好きなブランドがあるんですけど、日本でなかなか買える場所が少なくて、ロンドンに行った時にたまたまポップアップストアやってて、入ってゲットしてきました。こちらパロマウールのトップスでございます。これはもう Vlog とかで着てるので、もう見たことある人もいるかもしれませんが、めちゃくちゃ可愛いの着ると、もうね、こんなにシルエット美しいことあるっていうぐらい体を綺麗に見せてくれて、この襟元の空き感とか袖の長さとか横のスリットとか、とにかく美しいトップス。この素材感で着てたらすっごい楽なんだよ。もう全然快適、何も締め付けもないし、居心地が悪いところとかもないんだけど、でもそれでもちゃんと見えっていうのがすごい理想だなと思って、やっぱ可愛い洋服っていっぱいあるんだけど、でも着てて着心地が悪いものとか疲れちゃうものとかは私やっぱりどうしても着なくなっちゃうんですよ。だけどかといってずっと T シャツ着てたいわけでもないし、ずっとスウェット着てたいわけでもないから、こういうトップスやっぱ1枚あるとすごく重宝します。フォーマルにも着れるし、カジュアルにも着れるし、いろんなとこで役に立ってくれるトップスということで、これも長い付き合いになりそうです。同じ素材のボトムスも買いました。こちら。これも見たことある人いると思うんですけど、このボトムス本当にスタイルがよく見えて、すごいと思う。もうね、体のラインがすっごい綺麗に見えるボトムスです。これスカートがくっついてるんですけど、この短さがめちゃくちゃいいんですよ。足がすっごい長く見えるし、あとはちょっと若干フレア感があるところが足長に見えるし、もうとにかく体が綺麗に見えるパンツで、試着した時に感動しました。とろみのある素材感がとってもエレガントに見せてくれて、これもカジュアルにもフォーマルにも着れると思うし、さっきのトップス同様すっごい気持ちいい素材なので、履いてて全然ストレスないし、もうフライトとかにも着ていけちゃうぐらいの心地よさです。このウエストの部分のシームレスさも本当に綺麗だなと思うし、よく考えられて作られたボトムスだなって本当に履くたびに感動するボトムスです。これも長い付き合いになりそうです。次は TikTok を見て買ったセットアップです。まずトップスからこちら。可愛くないですか？この色、このブラウンとさ、このベージュっていうんですか、このブラウンだと思うんだけど、この色めっちゃ可愛い。あとこの素材が、これなんて言うんですか、ちょっとモコモコした感じの素材で、すっごいストレッチ感がある素材なんですけど、着ると体めっちゃ綺麗に見せてくれます。このフィット感も可愛いし、素材とシルエットの相性もすごいいいと思うし、色味、ボーダーの幅も最高に可愛いと思います。ボトムスもすっごい可愛くて、
こちらです。すっごいハイウエストなの。だからセットで着るとトップスが短めでボトムスがハイウエストまでバランスがすごいいいし、あとはスタイルがよく見えるし、このウエストの部分がね、ここに切り返しがついてるんですけど、これなんと折り返してローライズみたいな感じでも履けるんですよ。今流行りのローライズ、私はハイウエストが可愛いなと思ってるんですけど、時に違うトップスとかと合わせる時にローライズ目にして履いても可愛いなと思うし、この張り感がある素材感がシルエットと相性が良くて本当に足が綺麗に見えるボトムスです。これもめちゃくちゃ着心地が良くて、もうフライトにも全然着てけるぐらい快適だし、もうストレッチもいい感じだし、このピタッとしたシルエットが今っぽくて可愛いなと思うし、セットで着るとすごいキュートな感じで、別々でも着れて着回しも効くんじゃないかなって思ってます。そして同じブランドからパジャマパンツ買いました。こちらブルーのストライプのパジャマパンツでございます。すごい可愛くて、これまさしくボーイフレンドのトランクスの長さをそのまま長くしたような感じのリラックス感があるパジャマパンツなんですけど、ウエストの部分がすごいねコンパクトというかミニマルというかなっているところが可愛いなと思っていて、ポケットもあるし、あとシルエットもすごく綺麗です。体が綺麗に見えるシルエットかなと思います。こういうリラックスパンツってただ作ればいいんでしょみたいなブランドが多い気がしてて、履いてみると意外と可愛くない、アイディアは可愛いんだけどシルエットがいまいちみたいなところが多いと思うんですけど、このパジャマパンツに関してはすごく綺麗なシルエットで気に入っております。次は私がロンドンのセレクトショップで一目惚れしたパンツでございます。こちらなんて可愛いの。このブランドのお洋服すっごいおしゃれですっごい可愛かったんですけど、とにかく私はこのパンツ一目見て、もう絶対可愛い、もう履かなくてもわかるけど一回履いてみようと思って履いたらすっごいシルエットが可愛くて綺麗で、もう即決したパンツです。話したいこといっぱいあります。まずはこのウエストのディティール、なんかこうどんな感じそれみたいな感じだと思うんですけど、こう履いてもいいと思うんだけど、私にはサイズが大きすぎるので、ここに紐があるから、この紐をギュンギュンに絞って私は折り返して履いております。で、折り返すとこのボタンの部分がスーツっぽい感じになるんですけど、このデザインなかなかないよなと思いつつ、太くて長いパンツって太くて長ければ大体カッコがつくみたいな感じじゃないですか。最近流行ってるから。だけどそれだけじゃなくてシルエットが本当に綺麗なんですよ。膝の部分が絞れるようになってて表情が変わったりとか、あとは横についてるポケットの大きさとか、普通に手を入れるポケットのこのディティールとか、本当に可愛い。シルエットが本当に綺麗なのに感動したし、後ろのポケットのついてる位置とかもいいし、すごい色々考えて作ってるんですねっていう感動したパンツです。インスタ見てたら他のアイテムすごい可愛かったから、ちょっとこのブランドいろいろ集めてみたいなって思うような出会いでした。ここからは美容編です。まずはこちら、ストレートアイロンを新調しました。覚えてますか？ミニ、めっちゃちっちゃいやつ。あれはあれで良かった。ちっちゃいし小回りが利くし使い勝手も良くて、私はとても好きだったんですけど、やはりサイズなのであんまり熱くならないんですよ。今の時期の湿気に全然勝てない。私のこの生え際の前髪のくせ毛に勝てないんですよ。もうすぐ戻っちゃうとかじゃなくて伸びきらない。これはやっぱちゃんとしたやつ買わなきゃいけないなっていうことで、ヘアメイクさんに前髪とかを主に伸ばしたいんだけどおすすめのストレートアイロンありますかって聞いたら、これがそのリストの中に入ってて、私はこれを選びました。まずこの色がすごい好きです。アースカラーというかあんまりないなと思ってて、気分も上がるしいいなと思ったし、あとここにフックがこういう風にあるんですけど、これで開いてくれて230度まで結構熱くなってくれます。私は前髪伸ばしてるので120度ぐらいでちょっとゆっくりめな感じで伸ばしてるんですけど、結構頑固なくせ毛とかいろんなとこ伸ばしたいみたいな人は熱くもできるからいいなと思ってるし、あとこのスリムさが前髪には特に使いやすくていいなと思ってます。ちっちゃいのはちっちゃいので良かったんだけど、やっぱちゃんとしてるやつはちゃんとしてるやつで使いやすいねっていうことで、すごくいい買い物だったなと思ってます。このコードのとこもぐるぐる回ってくれるから、これもすごい使い勝手がいいし、ちゃんとしたやつはやっぱ違いますねっていうお買い物でございました。とっても好きです。ここからはスキンケアに移ってまいります。今回ロンドンに行った時に私の大好きな G お隣のお店に行ってまいりまして、日本でも買えるようになったんだけど、でも中身が変わっちゃったりするから法律で、あとは売ってないアイテムとかもあるので、今回ちょっといろいろゲットしてまいりました。まずは定番アイテムからいきたいと思います。こちら、頭皮のセラムでございます。これすごくて、
私が使い始めたきっかけは友達が使い始めてから明らかに髪の毛が増えたの。ヘアラインとかももう全然違うの。だからそれすごいじゃんって言って私も使うようになりまして、今回新しいボトルをゲットしてきました。スポイトタイプですごい使いやすいし、あとテクスチャーもサラサラしてて、こういうセラムってさベタベタしてるタイプもあって、使うと次の日なんか髪がベタってしちゃうものとかがあるんですけど、これは全然そんなことないです。私の使い方としては、シャンプーした後に髪が濡れたままの時に頭皮につけてちょっとマッサージしてドライヤーするみたいな感じで使ってます。こういうアイテムってアイクリームとかもそうだと思うんですけど、続けて効果があるものだと思うから、このスポイトタイプで使いやすいとか、テクスチャーがいい感じとか、あとコスパもすごくいいとか、続けやすくてとってもいいアイテムかなと思います。次が私の大好きな剥がす系のアイテムでございます。こちらピーリングソリューションでございます。真っ赤の液体でピーリングするやつなんですけど、巷でも話題になって知ってる人も多いかなと思うんですけど、これが BHA が 2%、AHA が 30% ということで結構ハードコアな剥がす系のアイテムなんですけど、私はこれを2週間に1回とか、あと大事な撮影がある前にちょっと一皮つるんと行きたいみたいな時に使ったりしてます。結構効果を1回で感じられるアイテムかなと思ってて、例えばザラつきが気になってる人とか毛穴が気になってる人とかに定期的に使うとすごくいいアイテムかなと思います。お家でこのピーリングができるっていうのはなかなか他でないし、この値段で。だから私は前からすっごくファンのアイテムなんですけど、もしちょっとハードコアな剥がす系のアイテム探してるっていう人はとってもおすすめでございます。次が新メンバーでございます。こちら日焼け止めでございます。これお店に行った時にすごい押してて、どれどれと思って試してみたらテクスチャーがすっごい良かったので即決でゲットしました。乳液みたいな保湿力がある感じで伸びもすっごいいいし、全然白くならないし、あと肌にちょっとツヤ感が出ていい感じに見えて、つけ心地もとってもいいのに、それでありながら SPF が45で PA のプラスが4つっていう結構しっかりした日焼け止めでございます。でご覧の通りボトルで、これがポンプ式なので使いやすいし、あとここがねひねるとロックがかかるんで旅行とかにも持ってきやすいし、これはちょっとまたリピートをぜひしたいなって思えるようなアイテムでした。次も新メンバーでございます。こちらリップクリームです。これはヘアメイクさんが使ってるのを見て、可愛いって思ってて、お店に行って、私もゲットしようと思ってゲットしました。蓋はひねるタイプでスクイーズするリップクリームなんですけど、テクスチャーとしてはいたって普通な感じ、私の印象としては。だけどビジュアルがすっごい可愛いから、バッグとかに入ってたら上がるなと思って、あと持った感じもなんか持ち心地がいいというか、持ち心地合ってるがいいというか、上がるなっていう感じの購入品です。ここからは日用品に移っていきたいと思います。まずはこちら水筒をゲットしました。これはね、この間実家に帰った時に私たちの大好きなカインズホームでゲットしてきました。ずっとね、いい水筒を探してたんですよ。今持ってるやつがちょっと小さめのサイズで、ネロリのハーブティーを1回作ると 750ml ぐらいなんですけど、大体それが全部入らなかったの。ギリギリまで入れて、でマグカップにちょっと残るみたいな感じだったんだけど、全部入るやつが欲しいなってずっと思ってて、なおかつシンプルで色が可愛いやつがいいなと思ってたの。今のは黒なので、今回カインズホームで出会いました。この色がすごい可愛いし、すっごいシンプルだし、開けると中は至って普通なんですけど、家でハーブティー入れる分にはすっごい十分だし、もういい買い物したなっていう感じの、水筒でございます。次はフライパン買ったんです、私たち最近で。ステンレスのフライパン買ったの。憧れてたやつ。ノンスティックじゃないからどうなんだろうなみたいなこととかも思ってたんですけど、私たちが買ったアワープレイスっていうフライパン、あれも大好き。デザインも可愛いし機能もいいし、だけど高温で調理ができないんですよ。でお肉とか焼く時に美味しく焼けるフライパンがちょっと欲しいねっていうことで、今回ステンレスのフライパンを買いました。いろんなリサーチをして、センは機能担当、私はビジュアル担当で、2人ともの意見が合うステンレスのフライパンを買ったんですけど、来た時はもうピッカピカ、もうすっごい美しい。でも1回2回3回4回で使ったらすごい使用感が出る感じになってきて、ちょっと使用感すごいんですけど、こちらです。このステンレスのフライパン、これビタクラフトっていうところのステンレスのフライパンなんですけど、この二股に分かれてる感じとか、あとここの持ち取っ手持ち手がすごく持ちやすいっていうのもとっても良くて、ビジュアルもいいし、あと線が調べたところ機能もとってもいいということで、すごく気に入ってます。お肉がめちゃくちゃ美味しく焼けます。ジューシーで外側は
チキンとかだったらカリッとなって中がこうふっくらするみたいな感じで、とってもいい買い物だったなと思ってるんですけど、これってどういう風に綺麗にしてますか？ステンレスのフライパンを持ってる方。結構頑張って磨いたりとかしたんだけど、使用感はやっぱりどうしても取れないというか、説明書とかも見てそれにのっとって綺麗にしてみてるんですけど、なかなかツルピカ来た時みたいな感じにはなってくれず、でもまあそういうもんなのかなとかも思いながら、これは知ってる人に教えてほしいです。みんなどういう風に綺麗にしてますか？ステンレスのフライパン。こういうもんなのかな？こう味を出していくスタイルなのかな？それがむしろかっこいいみたいなことだったりするのでしょうか？ちょっとそれを初心者の私たちに皆さんぜひ教えてください。次は両親に買ったプレゼントを実家に行くたんびに私たちが使っていて、やっぱこれめっちゃいいね、うちらも買おうっていうことで買ったものなんですけど、こちらマッサージ器具っていうんですか、やつなんですけど、これフランフランのマッサージのやつで、ここにマッサージボールがついてて、これがぐるぐる回ってマッサージしてくれるんですけど、めっちゃいい。自分の痛いところとか凝ってるところとかに合わせてソファーとかに置いて、ソファーと自分の体の間に挟んで使うんですけど、すごいいい。こんなにちっちゃくてこんなにカジュアルなお値段でこんなにほぐしてくれるんですか？あなたすごくないですか？っていうお品でございます。デスクワークが多い方、この間の首のマッサージャーもそうなんですけど、これもめっちゃいい。もう本当に実家に帰った時に私と線で取り合いになるぐらいこれがすごくいいです。実家に行ったら必ずこのマッサージ器具でマッサージをしてた我々、最近は我が家でネットフリックスとか見ながらこれでマッサージするっていうのが日課になっております。線曰く僕の腰痛はこれでとっても救われているって言ってたので、腰痛がある方、ちょっと家で手軽にマッサージしたいなと思ってる方、チェックしてほしいアイテムでございます。はい、こちらで今回の購入品のビデオ以上となります。珍しくファッションアイテムが多いビデオだったなと思ってるんですけど、改めて紹介しながらすごいいいものに出会えてよかったなとか、長い付き合いになりそうでワクワクするなってすごく嬉しくなる、はい、購入品のビデオでございました。で、いつも通り概要欄のところにリンクできるだけ貼っておくので、気になるものがあった方はそちらをチェックしてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録もお願いします。それでは次のビデオまで、またねー。